どうもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、ワインには赤と白があるけど何が違うのかな？赤ワインは黒ブドウを使って、白ワインは主に白ブドウを使うよな。赤ワインは果汁、皮、種を一緒に発酵させるから、皮や種から色が出てくるし、渋みがあるのが特徴だぜ。白ワインは白ブドウの果汁だけを発酵させるんだ。使っているブドウの種類だけじゃなくて、皮や種を使うかどうかにも違いがあったんだね。ワインといえば、1961年に起きたナバリ毒ブドウ酒事件を思い出すぜ。毒ブドウ酒ってつまり誰かがワインに毒を入れたってこと？実はこの事件、61年経った2022年もその真相について結論が出ていないんだ。61年も前の事件だったら、当時のことを覚えている人は少ないかもしれないね。それじゃあ今日はナバリ毒ブドウ酒事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。1961年3月28日の夜、三重県名張市の公民館で懇親会が行われていたんだ。名張市は三重県と奈良県との県境にある市だね。逮捕されたのは奥西勝という鉄道会社の職員だったんだけど、1972年には死刑と判決されるんだ。しかし、その後奥西が亡くなるまでの43年間も、ずっと無実を訴え続けたんだぜ。だから、今回の動画では、事件の詳細が明確になっていない部分もあることを、理解した上で聞いてほしい。もしかしたら今後、事件に対する見方が変わる可能性があるってことだね。それじゃあ事件について話していこうか。公民館で行われた懇親会では、男性12人、女性20人が参加したんだ。男性には日本酒が出され、女性にはワインが出されたんだけど、このワインに毒が入っていたんだぜ。わざわざ男女で違う飲み物を出すなんて怪しいね。懇親会が始まってから約10分後、ワインを飲んだ女性17人が突然もがき苦しみ始め、嘔吐や腹痛を訴えるなど中毒症状を起こしたんだ。そのうち5人は死亡してしまったそうだ。日本酒を飲んでいた男性12人はみんな無事だったんだね。残り3人の女性はワインを飲まなかったってこと？そうなんだ。なぜその女性たちがワインを飲まなかったのかはわからないが、幸いにも中毒症状を起こすことはなかったんだ。それじゃあ警察はすぐにワインを調べたんじゃない？ああ、警察はワインが原因だということはすぐにわかっただろうな。問題はどのような毒が使われていたか。いつその毒がワインに入れられたか。なぜ女性だけを狙ったのかだな。懇親会が始まって10分は誰も違和感を抱かなかったんだから、きっと色や匂いはなかったんだろうね。中毒症状を起こした女性たちを診療した医者は有機リン系の中毒だと診断したんだが、警察が調べた際も吐瀉物から殺虫剤として使われていた有機リン製剤が検出されたんだ。有機リン製剤って日本では1971年に製造禁止になったんじゃない？そうなんだ。1937年頃にドイツ人の科学者が見つけて、研究、開発、実用化まで進んだんだが、神経毒があり、頭痛、めまい、嘔吐だけじゃなく、痙攣、筋麻痺、呼吸困難、意識の混濁などを引き起こすことも分かって、日本では1971年に製造禁止になったんだ。事件が起こったのは1961年だから、その頃はまだ使われていたんだね。警察はまず、なぜ女性だけを狙ったのかということに着目したんだ。そこで被害者について、誰かから恨みを買いそうな人はいないか調べたんだ。それで奥西に怪しいところがあったんだね。ああ、そうなんだ。被害者の中に妻と愛人の2人がいた奥西を犯人と考え、事情聴取をしたんだぜ。奥西には愛人がいたんだね。しかも同じ懇親会に参加していたなんてびっくりだ。警察は三角関係を解消するための犯行と判断していたから、
執拗な自白の強要をしたと言われているんだ。それで奥西は自白したんだね。それじゃあ、まずは奥西勝という男について話していこうか。よろしくお願いします。奥西は1920年に生まれ、14歳の時に鉄道会社に入社したんだ。14歳って言ったらまだ中学生ぐらいの年齢だよね。今では考えられないかもしれないが、当時では働き始めても珍しくもない年齢だったんだ。奥西はどんな人物だったの？事件が起きたのは名張市の中野葛尾という集落だったんだけど、人口は約100人という小さい集落だったんだ。その集落で奥西は長身の美男子として評判だったんだ。きっとモテてたんだろうね。だから愛人がいたのかな？奥西がモテていたことは確かだろうね。ただ、葛尾地区では愛人がいることは珍しくなかったんだ。どういうこと？当時予売という風習があって、奥西勝にはこの事件で死亡した愛人の他にも愛人が複数人いたと言われているんだ。それだけじゃなくて、この懇親会を開いた集落の会長と、同じ愛人を共有していたとも言われているんだ。すごく複雑な関係があったんだね。もちろん奥西だけじゃなく、死亡した奥西の妻や愛人にも、奥西とは別に予売をしてくる男性がいたらしいな。それでも警察は、奥西を犯人と考えたんだね。この事件には不可解なところが色々とあるんだけど、まず最初に疑うべきは奥西本人と懇親会に参加した人たちの証言だな。懇親会に参加した人たちの証言から紹介しようか。よろしくお願いします。懇親会に参加した人は、会長宅にワインが運び込まれたのは懇親会があった当日の14時15分頃で、奥西がそのワインを公民会へと運んだと言ったんだ。その時間は約3時間後の17時20分頃だった。じゃあ、その3時間の間に誰でも毒を入れられたんじゃない？そうだな。それでも奥西が自白し始めてから、その証言をした人たち全員が、ワインが会長宅に届いた直後に、奥西が取りに来たと証言を変えたんだ。全然言っていることが変わってしまったんだね。また、ワインについていた風乾紙についても、参加者は、飲む前まで風乾紙はついていた。と証言していたんだけど、奥西は自白した時に、公民館で、火ばさみを使い王冠を突き上げて取り、風乾紙も一緒に切れてその場に落ちた。急いでいたので、どこに落ちたのか思い出せないと言っていたんだ。こうした矛盾を裁判官は指摘しなかったの？風乾紙については警察が参加者の証言をもみ消して、隠してしまっていたから誰も矛盾に気づけなかっただろうな。ますます雲行きが怪しくなっていくね。それと、奥西は自宅にあったニッカリンティという農薬を使ったと証言したんだけど、この農薬にも疑惑があるんだ。ニッカリンティってどんな農薬なの？ニッカリンティは野菜、果樹の害虫の殺虫剤として使用されていた有機リン化合物だな。冒頭でも言ったように、現在はその高い毒性により製造禁止になった農薬だぜ。じゃあ、警察は奥西が事件のために購入した証拠を抑えたのかな？いや、奥西は農家だったそうだから、わざわざ買ったわけでもないかもしれないな。そうなると、他の農家でも持っていた人はいそうだけどね。そもそも、奥西は最初から自分がやったと言っていたの？いや、奥西は当初、妻が愛人に嫉妬して無理心中を図ったと思うと説明したらしいな。それだけじゃなくて、ワインを購入した会長、酒屋から会長宅へとワインを運搬した農協職員。そして、会長宅から事件現場となった公民館までワインを運搬した奥西の3人を、重要参考人として取り調べていたらしい。それだけ怪しい人がたくさんいたんだね。
重要参考人の中で特に怪しいと思われた奥西を、警察は警察署に連行して連日、長時間にわたる取り調べをしたんだ。また、この時は逮捕されたわけじゃないから、奥西は自宅に帰ることができたんだけど、その自宅にも警察官が泊まり込んで、トイレまで監視してたらしいぜ。うわぁ、トイレまでついてくるとかストレスだっただろうね。取り調べの際にどのような会話があったかはわからないが、こうした執拗な取り調べの末、最終的には奥西は自白を始めるんだ。他の人にも同じことをしていたのかが疑問だね。事件発生から6日後の4月3日には、夜中まで取り調べが続き、ついに奥西が妻と愛人との三角関係を清算するために毒を入れたと自白したんだ。夜中まで取り調べがあったんだね。それに、警察は奥西に記者会見を開かせ、奥西自身の口から自分が犯人である、と説明させたらしいぜ。そんな犯人が会見するなんて聞いたことないよね。奥西が犯人だとする証拠は自白以外にもあったんだけど、それにも疑惑があったんだ。どんな疑惑なの？警察が出した証拠の一つにワインの王冠があったんだけど、警察はこのワインの王冠を開けた際についた歯型が、奥西の歯型と一致したと報告したんだ。それは決定的な証拠だと思うけど、奥西の証言は火ばさみを使い王冠を突き上げて取ったじゃなかったっけ？そうなんだ。それに、事件から3年後の1964年の12月、奥西の弁護団が日大歯学部助教授にこの歯型の鑑定を依頼したんだけど、10箇所のうち9箇所も一致しなかったんだ。つまり1箇所しか一致していなかったってこと？そういうことになるな。また、この助教授は日大歯学部の学生10人に、王冠を10個ずつ渡し、歯で開けさせる検証を行ったんだ。結果はどうだったの？同一人物が同じ歯で噛んだとしても、歯型の感覚が常に一致するとは限らない、という結果に至ったらしい。それじゃあ、奥西の歯型とは違う人の歯型だったという結果は出せなかったものの、絶対に奥西の歯型だとも言えないってことだね。これまで話した通り、警察の証拠や奥西の証言、懇親会に参加した人たちの証言など、それぞれに矛盾することが多かったことから、1964年12月23日、第一審は検察側の死刑求刑を退け、奥西に無罪判決を言い渡したんだ。そりゃそうだよね。しかし津地方検察庁はこの判決を不服として、名古屋高等裁判所に控訴したらしいぜ。つまり警察はまだ奥西が犯人だと思っていたんだね。そして1969年9月、事件が起きてから約8年後に、名古屋高裁が第一審の無罪判決を破棄し、奥西は逆転死刑判決を言い渡されたんだ。奥西は判決が言い渡された当日に、名古屋拘置所に収監されたんだぜ。じゃあ警察は、奥西が犯人だと言える確実な証拠を見つけたってこと？いや、新しい証拠が提出されたわけではないらしいな。名古屋高裁は、目撃証言から、奥西には犯行をする時間があったと判断。王冠に残った歯型の鑑定結果も十分に信頼できるとしたんだ。うわぁ、どこまでも非道な男だね。そういや今まで話に出てこなかったけど、女性たちが飲んだワインは赤ワイン白ワインどっちだったの？良い質問だぜ。ワインの色も奥西の冤罪が疑われる一つの理由になるんだ。どういうこと？ではまず、奥西の家にあった農薬は何だったか覚えているかな？ニッカリン T という有機リン系の農薬だね。その農薬の色は、赤色なんだぜ。じゃあ、女性たちは赤ワインを飲んだってことかな？赤ワインだったら赤色の農薬が入ってても誰も気づかないもんね。普通に考えたらそうだな。
でも実は白ワインだったんだ。そしたら飲む前に気づくんじゃないの？そうだな。だから農薬はニッカリン T ではないんじゃないか、という説が出てきたんだ。調査した人はいたの？2002年に行われた第7次再審請求では、弁護団が専門家による毒物鑑定の結果を提出しているぜ。どんなことを鑑定したの？まず、ニッカリン T を混ぜたワインを作り、事件当時に飲まれたワインの成分を比較したんだ。事件から41年経っていて、事件当時のワインが残っているなんてびっくりだな。それで結果はどうだったの？改めてニッカリン T を混ぜたワインからは3つの成分が検出されたんだが、事件当時の飲み残りのワインからは2つの成分しか検出されなかったんだ。でもそれって41年も経ったことによって、消えてしまっただけなんじゃないの？ああ、そう考えた人もいたようで、この事件は今も迷宮入りしているんだ。しかし、弁護団が調べたところニッカリン T から検出され、事件当時の飲み残りのワインから検出されなかった3つ目の成分は、トリエチルピロホスフェイトというものであると分かったんだ。トリエチルピロホスフェイト？初めて聞いた名前だな。この成分は加水分解速度が著しく遅いらしいんだ。つまり水に溶けにくいということだね。実はこの成分よりも加水分解速度が速い成分が、事件で飲まれたワインから検出されているんだぜ。じゃあ、41年経った後も残っていておかしくないんだね。そこで弁護団は三強テップなど、ニッカリン T とは製造方法が違う農薬じゃないかと主張したんだ。じゃあ無事に再審を開始できたの？いや、一度は再審が決定したんだけど、検察官がこの決定に異議を唱え、最終的に決定は取り消されてしまったんだ。ここまで証拠が出ているのに、なんだか納得できないな。奥西は2015年10月4日に肺炎のために89歳で亡くなるんだけど、1ヶ月後の2015年11月には、弁護団が第10次再審請求をしたんだぜ。そしてそこで新たな毒物鑑定を新証拠として提出したんだ。それって今年の3月3日に棄却されたやつじゃないの？再審請求があったのは7年も前だったんだね。今回は三重県衛生研究所が再現実験を行ったんだけど、再現実験の結果、ニッカリン T をワインに混ぜて24時間以上経過しても、トリエチルピロホスフェイトが検出されることが分かったんだ。つまり犯行で使われた毒物が本当にニッカリン T であれば、事件当時にその成分が検出されないとおかしいってことだね。そうだな。トリエチルピロホスフェイトが検出されなかったってことは、犯行で使われた毒物がニッカリン T とは別の農薬であったってことだぜ。それでも第10次再審請求は棄却されたよね？第10次再審請求では、第三者協議を全く行わず、事実取り調べも実施することなく、新証拠を否定したんだ。それに対して弁護団は異議申し立てをしていたんだけど、今年の3月3日に棄却されたのは、その異議申し立てについてだな。第10次再審請求では、さっきも紹介したように三重県の研究所による再現実験以外にも、ワインについていた風乾子に関する鑑定結果など、複数の新証拠を提出していたんだ。ワインについていた風乾子には飲む前まで風乾子はついていたという参加者の証言と、公民館で、火ばさみを使い王冠を突き上げて取り、風乾子も一緒に切れてその場に落ちた。という奥西の証言で違いがあったよね。そうだな。今回の鑑定結果では、製造時に塗布された糊の成分の上に、別の糊の成分が塗られていることが明らかになったんだぜ。じゃあ、風乾子を取った後、犯人はわざわざ風乾子を糊付けしたってことだね。異議申し立てによって、風乾子の裏面についてさらに鑑定が行われ、製造時に塗布された糊の上に別の糊が塗られていることが、
より一層確かな情報として改めて提出されたんだ。これにより犯行の場所やタイミングなど、奥西の自白には矛盾があることが明らかにされたんだぜ。それ以外に何か進展はあったの？それ以外だと、懇親会に参加した人たちに言った。事件直後の取り調べで書かれた供述調書がようやく開示されたぜ。その中では懇親会の準備の段階では、ワインに風乾紙がついていたと書かれていたんだ。じゃあ、奥西の自白は信用できないことが分かったんだね。なんでこのタイミングまで弁護団は開示を請求しなかったの？いや、弁護団は第7次再審請求審の段階から開示を求めていたぜ。それでも検察官は当時存在しないと事実と異なる回答をしてたらしいな。明らかな嘘なのに、裁判官は疑わなかったんだね。それにもかかわらず、3月3日に行われた決定では、第10次再審請求の決定を支持し、異議申し立てを棄却したんだ。最後まで全然納得できない結末だな。この決定を受けて弁護団は、最高裁判所に対して、特別抗告を申し立てる予定だと表明しているぜ。絶対に諦めてほしくないね。ちなみに奥西の家族は元気なの？奥西には娘と息子がいたんだが、息子は奥西が亡くなるよりも前に癌で亡くなっているんだ。娘の情報は全く出てこないけど、奥西の妹が弁護団と一緒に無実を信じて戦っているぜ。奥西の妹ということは、結構なご高齢なんじゃない？そうだな。奥西の意思を引き継いだ妹も現在は92歳になるらしい。速やかに再審が開始されることを祈るばかりだぜ。さて今回は、ナバリ毒ブドウ酒事件について紹介したよ。それじゃあ次回も、ゆっくりしていってね。